これは、一人の息子が知らなかった、亡き父の不器用すぎる愛情の物語。冷たい都会の片隅で心を閉ざした息子と、天国へ旅立った無口な父親。二人の心をつなぐのは、父が残したたった一つの、空っぽの弁当箱だった。そこに隠された真実が明かされるとき、あなたの涙は止まらない。この物語が少しでも心に響きましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。高層ビル群が空を突き刺す都会の片隅で、俺は息を殺すように生きていた。高橋健太、28歳。営業という名の終わらないマラソンを走る日々だ。毎朝、満員電車に体を押し込まれ、無数の他人と同じ空気を吸い込む。夜はコンビニの弁当を味気なく胃に流し込み、ただ眠るためだけの部屋に帰る。それが俺の日常であり、俺が選んだ人生そのもののはずだった。実家に暮らす父親とは、もう何年もまともに口を聞いていない関係だ。最後に顔を合わせたのがいつだったか、もう思い出せないほどに遠い昔。父、高橋光一は、昔ながらの頑固な職人で、口数が少なく、笑った顔を見た記憶がない。そんな父との暮らしは、息が詰まる静寂の時間でしかなかった。母が早くに亡くなってから、その静寂はさらに深くなったように思う。だから俺は大学進学を機に、あの息苦しい家から逃げるように飛び出した。父の存在は、心の隅に追いやった古い家具のようなものでしかなかった。そんなある日の夜、無機質な電子音を立ててスマートフォンが震え出した。画面に表示されたのは、見慣れない番号ではなく、懐かしい実家の番号。こんな時間に、あの父が電話をかけてくることなどありえないはずだ。胸騒ぎを覚えながらも、俺は通話ボタンをスライドさせて耳に押し当てた。受話器の向こうから聞こえてきたのは、父の声ではなく、しゃがれた親戚の声。その声が告げた言葉は、俺の日常を根底から覆すには十分すぎる内容だった。光一さんが、倒れたんだ。今朝、仕事場で、もう、ダメだった。父が死んだ。その言葉は鼓膜を震わせたが、俺の心には少しも響かなかった。涙は一滴も流れず、ただ、ああ、そうか、としか思えなかったんだ。まるで他人事のように、俺は電話を切って、しばらく天井を眺めていた。上司に事情を話し、数日の忌引休暇をもらい、新幹線のチケットを取った。窓の外を流れていく景色は、俺の心の中と同じで、少しも色を持たなかった。数年ぶりに降り立った故郷の駅は、記憶の中よりずっと寂れていた。迎えに来てくれた親戚の車に乗り込み、俺は斎場へとまっすぐ向かった。斎場の控え室には、黒い喪服を着た見知った顔がいくつも並んでいた。彼らは一様に俺に同情的な視線を向け、大変だったなと声をかけてくる。俺は感情のない人形のように、ただ頭を下げてその言葉を受け流していた。祭壇の中央に飾られた父の遺影は、少しだけ不機嫌そうな表情で笑っている。あんな顔で笑う人だっただろうか。俺の知らない父の顔がそこにあった。度胸が始まり、真っ向の匂いが鼻をつく。すべてが現実感のない儀式のようだ。涙を流す親戚たちを横目に、俺はただ早くこの時間が終わればいいと思っていた。葬儀という名の儀式が滞りなく終わり、俺は父が一人で暮らした実家に戻った。玄関の扉を開けると、埃と父の匂いが混じり合った空気が鼻をついた。それは俺が逃げ出したかった。あの頃の記憶を呼び覚ます匂いだった。がらんとした家の中は、時が止まったかのように静まり返っている。父の不在が、この家の静寂をより一層深いものにしているようだった。遺品整理をしなければならない。親戚はそう言ったが、気は進まなかった。それでも、何から手をつけていいのかわからず、父の部屋のクローゼットを開けた。中には、着古した作業着や、安物のスーツが数着かかっているだけだ。その隅に、ひっそりと置かれた段ボール箱が一つ。俺の目にとどまった。何が入っているのだろう。俺は箱に手を伸ばし、
その蓋を開けてみた。そこにあったのは、見覚えのあるアルミニウム製の古い弁当箱だった。俺が高校時代に使っていた、傷だらけでへこみのある。あの弁当箱だ。なぜこんなものが、しかもこんなに大切そうに保管されているのだろうか。蓋を開けると、中は当然のように空っぽだったが、きれいに磨き上げられていた。その弁当箱を見た瞬間、忘れていたはずの苦い記憶が脳裏によみがえってきた。高校時代の俺は、ひどい反抗期で、父とはほとんど会話をしなかった。毎朝、父が黙って差し出すこの弁当箱を受け取るのが苦痛で仕方がなかった。行ってきますも言わずに家を飛び出し、学校に着くと弁当をゴミ箱に捨てた。友達と学食で食べるラーメンの方が、ずっとうまくて、自由な味がしたんだ。一度だけ、本当に一度だけ、部活で腹を空かせた日に、その弁当を食べたことがある。味なんて覚えていない。ただ、空になった弁当箱を家に持ち帰っただけだ。その時の父の顔も、どんな会話をしたのかも、何もかもが思い出せない。ただこの弁当箱だけが、俺の罪悪感をえぐるように、今ここにある。父は知っていたのだろうか。俺が毎日弁当を捨てていたことを知っていて、それでも、この空っぽの箱を宝物のようにしまっていたのか、わからない。父の考えていることなど、昔から何一つわからなかった。俺は静かに弁当箱の蓋を閉め、段ボールの中に戻し、クローゼットの奥に押し込んだ。遺品整理は、まるで終わりの見えないトンネルを進むような作業だった。父の人生の痕跡を一つ一つ手に取り、捨てるものと残すものに分けていく。工場の作業場で使っていた油に汚れた工具、擦り切れた作業日報の数々、どれもこれも、俺の知らない父の時間を物語っているようで気味が悪かった。数日後、父の仕事仲間だという数人の男たちが、線香をあげに家を訪れた。彼らは屈強な体つきで、その手は油と鉄の匂いが染みついているようだった。親父さんには、本当にお世話になりましたと、その一人が深々と頭を下げた。あいつは口下手だったが、仕事の腕は誰よりも確かだったんですよ。いつもあんたのことばかり話しとったぞ。息子が自慢だって、いつもな、都会で立派にやっとる言うて、本当に嬉しそうに話しとったわ。彼らが語る父の姿は、俺の記憶の中の父とは、全く結びつかなかった。俺を自慢するだと、冗談じゃない。そんな言葉、一度も聞いたことがない。きっと社交辞令だろう。俺は愛想笑いを浮かべて、その場をやり過ごした。彼らが帰った後、家の中はまた元の静寂を取り戻し、俺は作業を再開した。次に手をつけたのは、父が使っていた小さな符机の引き出しだった。中には、年金の書類や、公共料金の領収書などが無味厚古服に詰め込まれている。その書類の束の一番下から、一冊の古い預金通帳が滑り落ちてきた。何気なくそれを拾い上げ、パラパラとページをめくってみた。几帳面な父らしく、毎月の給料の振り込みと、生活費の引き出しが記録されている。だが、その中に一つだけ、俺の知らない奇妙な取引履歴を見つけてしまった。毎月25日、給料が振り込まれたその日に、決まって3万円が引き落とされている。振込先の名前は斎藤フーズ。全く聞き覚えのない名前だった。一体これは何なんだ。父に借金でもあったのだろうか。それとも誰かへの仕送りか。斎藤フーズ。その名前が、まるで不協和音のように俺の頭の中で鳴り響いた。通帳を机の上に置き、俺は再び部屋の片付けに戻ることにした。押し入れの奥、天袋に手を伸ばすと、そこにもまた段ボール箱が隠されていた。下ろしてみると、ずしりと重い。中には本がぎっしりと詰まっているようだ。一体どんな本を読んでいたんだ。父が読書をする姿など想像もつかない。箱を開けて、俺は自分の目を疑った。中身はすべて料理に関する本だった。男の基本料理お弁当のおかず決定版1汁3歳のすすめ。どの本も、付箋がびっしりと貼られ、
使い込まれてページが手垢で汚れている。さらに箱の底からは、新聞や雑誌から切り抜かれたレシピのスクラップが出てきた。色あせた紙には、マーカーで線が引かれ、細かいメモ書きまで添えられている。ありえない。父は料理なんて全くできない人だったはずだ。母が亡くなった後、俺たちの食卓に並ぶのは、いつもスーパーの惣菜ばかり。たまに父が米を炊いても、それはいつも芯が残っているか、べちゃべちゃだった。そんな父が、なぜ、こんなにも大量の料理本やレシピを隠し持っていたんだ。あの弁当箱、斎藤フーズへの謎の振り込み、そしてこの料理本の山、バラバラだった謎のピースが、俺の頭の中でゆっくりとつながり始めた。まさか、あの弁当は、本当に父が、いや、そんなはずはない。もしそうだとしたら、なぜ、料理ができないはずの父が、どうやって、そして斎藤フーズという店は、一体この謎にどう関係しているというんだ。混乱する頭で考えても、答えなど見つかるはずもなかった。ただ、俺が知らなかった父の姿が、この家にはまだたくさん隠されている。その事実だけが、重い現実として俺の肩にのしかかってくるようだった。俺はもう一度、あの空っぽの弁当箱を段ボールから取り出してみた。冷たいアルミニウムの感触が、なぜかひどく生々しく感じられた。この箱は何かを知っている。父の秘密を、俺の知らなかった真実を、俺は固く決意した。この謎を、自分の手で解き明かしてやると、斎藤フーズ。まずはこの店を探し出し、話を聞くしかない。それが、父の死に実感が持てない俺にできる。唯一のことのように思えた。俺は通帳の取引履歴にあった店の名前だけを頼りに、スマートフォンで検索を開始した。斎藤フーズは、実家からバスで30分ほど離れた古い商店街にあった。シャッターが降りた店が並ぶ中で、その惣菜屋は今も元気に営業しているようだった。ガラスの引き戸を開けると、いらっしゃいという威勢のいい声が聞こえてきた。店内には、煮物や揚げ物、色とりどりの惣菜が並んだショーケースが置かれている。その奥の厨房で忙しそうに手を動かしていた初老の男性が、俺を見て顔を上げた。人の良さそうな笑顔。年の頃は60代といったところだろうか。すみません。少しお伺いしたいことがあるんですが、俺がそう切り出すと、店主はエプロンで手を拭きながらカウンターに出てきた。高橋光一という男を、ご存じないでしょうか。俺は、その息子です。その名前を聞いた瞬間、店主の顔から笑顔がすっと消えて真剣な表情になった。そして俺の顔をじっと見つめると、何かを確かめるように、小さくうなずいた。やっぱり、あんたか、光一さんから、いつも話は聞いとったよ。親父から、俺の話を、ですか俺は思わず聞き返してしまった。ああ、そうだよ。息子の健太くんは、本当に自慢の息子なんだってな。まただ、父の同僚と同じことを言う。だがこの人の目にはお世辞の色はなかった。どうぞ、奥へ。まあ立ち話もなんだろう。少し休んでいきなさい。店主に促されるまま、俺は店の奥にある小さな事務所に通された。パイプ椅子に腰を下ろすと、店主は熱いお茶を入れて俺の前に置いてくれた。俺は斎藤だ。光一さんとは、もう40年来の付き合いになるかな。斎藤と名乗った店主は、そう言って自分の椅子にどっかりと腰を下ろした。親父が、こちらに、毎月お金を振り込んでいたようなんですが、俺は担当直入に、ずっと疑問だったことを斎藤さんにぶつけてみた。すると彼は少し困ったような顔をして、しばらく黙り込んでしまった。やがて、何かを決心したように、重々しく口を開き始めた。光一さんから、健太くんには絶対に言うなって、固く口止めされてたんだが、もう、あいつもいなくなっちまったしな。今なら、話してもいいだろう。斉藤さんは、遠い昔を懐かしむように、ゆっくりと語り始めた。その話は、俺が知っている父の姿を、根底から覆す衝撃的な内容だった。あんたのお母さんが亡くなって、光一さん、本当に落ち込んでたんだ。男で一つで、
これからどうやって健太くんを育てていけばいいのかって、特に食事のことだよ。あいつは本当に不器用で、料理なんて全くできなかった。育ち盛りの息子に、毎日スーパーの惣菜ばかりじゃ申し訳ないって、ずっと悩んでた。その言葉は、俺の記憶と完全に一致していて、素直にうなずくことができた。そんなある日の早朝、まだ店を開ける前に、光一さんがここにやってきたんだ。そして、俺に、土下座までして、こう頼み込んできたんだよ。斎藤、頼む。俺に料理を教えてくれ。息子のために弁当を作ってやりたいって、斎藤さんの口から語られた言葉に、俺は耳を疑った。信じられなかった。あの頑固で、人に頭を下げることなど絶対にしない父が、土下座をしたというのか。それからだよ。あいつの、長い長い戦いが始まったのは、毎朝、仕事に行く前に、誰よりも早くこの店に来て、俺と二人で厨房に立った。最初は包丁の握り方から教えたよ。あいつ、指を何回も切って血だらけだった。卵焼きを作らせれば、焦がしてばかりで、まともな形になるまで1ヶ月はかかったな。斉藤さんは、まるで昨日のことのように、当時の様子を鮮明に語ってくれた。それでも、あいつは絶対に弱音を吐かなかった。ただ黙々と練習を続けた。健太が、うまいって言ってくれるような、そんな弁当を作れるようになりたいって、それが、あいつの唯一の口癖だったな。本当に、ただその一心だった。俺の知らない父の姿が、斉藤さんの言葉を通して、ありありと目に浮かんでくる。毎朝、俺がまだ寝ているくらい時間から、父はここで戦っていたというのか。あの振り込みは、その材料費と、お礼の謝礼のつもりだったんだろう。俺は金なんていらないって言ったんだが、あいつはガンとして譲らなかった。息子には、俺が全部一人で作ってるって、威張りたいから内密にって、照れくさそうに笑う父の顔が、目に浮かぶようで、俺は胸が締め付けられた。あんたが高校に入って、毎日弁当を持っていくようになってからが本番だった。毎日、前日の夜から、二人で弁当の献立を考えるのが日課になったんだ。健太は肉が好きだから唐揚げを入れようとか、彩りに野菜も必要だとか、まるで自分のことのように、あんたの好みを、あいつは全部把握していたよ。俺はもう、何も言葉を発することができなかった。ただ黙って話を聞くしかなかった。そして、斉藤さんは、俺が一番聞きたくなかった。確信に触れる話をし始めた。なあ、健太くん、あんた、高校の時、親父さんの弁当、ちゃんと食ってたか。その問いに、俺は罪悪感で顔を上げることができなかった。斉藤さんにはお見通しだった。やっぱりな、光一さんも、気づいてたんだよ。あんたが弁当を捨てててることに。ある日、仕事帰りに、偶然あんたの学校の前を通りかかったらしい。そしたら、ゴミ捨て場に、手つかずのままの、見慣れた弁当箱があったって。その時のあいつの顔、俺は今でも忘れられない。本当に、悲しそうな顔だった。俺はもう弁当作りはやめろって言ったんだ。こんなの、あんまりだって。だけど、あいつは、首を横に振って、こう言ったんだよ。いいんだ。あいつが食わなくても、俺は作り続けるって、親にできることなんて、子供が腹を空かせた時に、すぐに飯を食わせてやることだけだ。今は反抗期でいらなくても、いつか、あいつが俺の弁当を必要とする日が来る。俺は、その日のために、毎日作り続けるんだって、そう言って、静かに笑ってた。涙が、勝手に頬を伝って流れていくのが分かった。もう止めることはできなかった。俺はなんてバカだったんだ。父の愛情の深さに、全く気づいていなかった。俺が捨てていたのは、ただの弁当じゃない。父の愛そのものだったんだ。そんな毎日の中で、たった一度だけ、奇跡みたいな日があったんだ。斉藤さんの声が、少しだけ弾んでいるのが分かった。あいつが、血相を変えて店に飛び込んできて、こう叫んだんだよ。斉藤、見たか、健太が、
健太が弁当を空にしてきやがったって、子供みたいに、目をキラキラさせて、空っぽの弁当箱を俺に見せてきた。まあまあだった。だってよって、あんたに言われた一言を、何度も繰り返して、あんなに嬉しそうな光一さんの顔は、後にも先にも、あの日しか見たことがない。そうだ、思い出した。あの日のことだ。部活で疲れ果てて家に帰った日、今日の弁当、まあまあだった俺がぶっきらぼうにそう言うと、父は一瞬固まって、そして、背中を向けたまま、小さな声でそうかとだけつぶやいた。あの時の背中、少しだけ震えているように見えたのは、気のせいじゃなかったんだ。あの日から、あの空っぽの弁当箱は、あいつの宝物になった。毎日、仕事から帰ると、その弁当箱を丁寧に洗って、ピカピカに磨き上げてた。そして、それを眺めながら酒を飲むのが、あいつの唯一の楽しみだったんだ。あいつは、ずっとあんたに、ちゃんと言葉で伝えたかったんだと思う。だけど、あまりに不器用すぎて、どう伝えたらいいかわからなかったんだろうな。だから、弁当に、そのすべての思いを込めるしかなかったんだよ。斉藤さんの話は、そこで終わった。俺はもう、おえつを答えることができなかった。事務所の隅で、声を殺して泣いた。子供のように、ただひたすらに泣き続けた。不器用で、無口で、どうしようもないほど愛情深い。俺のたった一人の父親。その大きすぎる愛に、俺はようやく、今、気づくことができたんだ。どれくらいの時間、そうしていただろうか。俺は泣き疲れて顔を上げた。斉藤さんは、黙って俺のそばにいてくれて、ティッシュの箱を差し出してくれた。すみません。取り乱してしまって俺は鼻をすすりながら、かろうじてそう言った。いいんだよ、健太くん。今、気づけたんだから、それで十分じゃないか。斉藤さんの優しい言葉が、ズタズタになった俺の心に、じんわりと染み渡っていく。俺は何度も頭を下げて、斉藤さんの店を後にした。外に出ると、西日が商店街をオレンジ色に染め上げていて、やけに目に染みた。来た時とは違う。世界のすべてが、まるで違って見えているような気がした。バスに揺られながら、俺は窓の外を眺め、父との記憶をたどっていた。思い出すのは、いつも不機嫌そうな顔で、黙って食卓に座る父の姿ばかり。だが、今ならわかる。あの沈黙の中に、どれだけの愛情が隠されていたのか。俺がテレビを見て笑っているとき、父も、実は少しだけ口元を緩めていたのかもしれない。俺が風邪をひいて寝込んだとき、黙って枕元にスポーツドリンクを置いてくれたのも父だった。言葉にはしない。態度にも出さない。でも、父はいつも俺のそばにいてくれたんだ。実家に着くと、俺はまっすぐに父の部屋へ向かい、クローゼットの奥に手を伸ばした。あの弁当箱を、もう一度、この手で確かめたかったんだ。段ボールから取り出した弁当箱は、西日を浴びて、鈍い銀色に光っていた。そっと蓋を開ける。もちろん中身は空っぽだ。でも、もう空っぽには見えなかった。ここには、父の愛情が、ぎっしりと詰まっている。世界で一番重い弁当箱だ。俺はその弁当箱を、まるで壊れ物を扱うように、そっと胸に抱きしめた。冷たいはずのアルミニウムが、父の体温を持っているかのように温かく感じられた。親父、ごめんな、本当に、ごめんな声にならない声で、俺は何度も謝った。涙が、弁当箱の蓋の上に落ちて、小さな水たまりを作っては消えていく。しばらくして、俺は顔を上げると、ある決意を固めて台所に向かった。そして、父が残したレシピのスクラップブックを、その手で開いた。中には、父の武骨な字で書かれたメモが、たくさん残されていた。健太は少し甘めの卵焼きが好き。ウインナーはタコの形に、まるで、俺に語りかけてくるような、父の言葉がそこにはあった。俺はレシピを頼りに、生まれて初めて、自分のために料理を始めた。慣れない手つきで卵を割り、ぎこちなくフライパンの上でかき混ぜる。父も、
最初はこんな気持ちだったのだろうか。指を切り、歌唱をしながら、それでも、ただ俺のために、この台所か、斉藤さんの店の厨房に立っていた。出来上がったのは、形が崩れて、少し焦げついた、不格好な卵焼きだった。でも、それは紛れもなく、俺が父の愛情を受け継いで作った、最初の料理。俺は炊きたてのご飯を茶碗によそい、その上に卵焼きを乗せた。そして、仏壇に飾られた父の遺影の前に、それをそっとお供えした。遺影の隣には、あの空っぽの弁当箱を、宝物を置くように、丁寧に並べた。親父、遅くなったけど、これが俺からの、初めての弁当だよ。俺は家に向かって、はっきりと、大きな声でそう語りかけた。味は、どうかな。親父が作った弁当には、全然かなわないだろうけど、でも、これからは、俺、ちゃんと自分で飯を作るよ。だから、見ててくれ。あんたがくれた愛情を、今度は俺が、誰かに返せるような、そんな人間になるから、本当に、今まで、ありがとう、親父。俺の、自慢の親父だよ。家の中の父は、相変わらず不機嫌そうな顔で、でも、少しだけ、優しく笑った気がした。その日の夕食は、人生で一番、しょっぱくて、温かい味がした。父が残してくれた空っぽの弁当箱は、これからの俺の人生の道しるべになるだろう。中身は空でも、俺の心はもう父の愛で、いっぱいに満たされているのだから。いかがでしたか？もしこの空っぽの弁当箱に込められた、父と子の不器用な愛情の物語に心を動かされた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。これからも言葉にならない思いや、心温まる家族の絆を描いた物語をお届けしていきます。あなたの明日が、大切な人との温かい時間と希望に満ちたものでありますよう。